お待たせしました。今日は質問回答動画です。少し前に、質問受付の動画を上げたと思うんですけど、そこのコメント欄にいただいたコメントの中から、いくつかというかもうできるだけたくさん答えさせていただきたいと思っていっぱい選びました。たくさんのねコメントありがとうございました。じゃあもう早速答えていきたいと思います。ちびもちちゃんの顔出しはいつぐらいまで顔出ししますか？そのうち見れなくなってしまうかと思うと寂しいので心構えしてようかなと思っていて、なんかちびもちに関する質問が結構多かったんですね。ありがとうございます。ちびもちの顔出しはまだこの年までってはっきりは決めてないんですけど、人によってはねずっと出してる方もいらっしゃいますし、もう名前もバーンと全部公開しちゃってる方もいれば、最初からもう顔を NG の方もいらっしゃいますし、まあいろいろだと思うので、そこはねくまさんとちょっと話し合いながら決めたいと思ってます。でも大体短くても3歳までは出すと思っています。とぎちゃんお疲れ様。とぎちゃんが落ち込んだ時に元気になれるパワーフードはありますか？ちょっともう贅沢しようって言って寿司食べる時はある。その寿司屋さんの中で一番高級な特徴とかそんな感じのセットみたいなのを食べたりはするかな。いつも楽しく動画見させてもらってます。質問です。くまさんやちんもちちゃんとの日常会話は日本語と韓国語どれくらいの割合で話をしてますか？これが一番多かった質問かも。日本語と韓国語両方もちろん取り入れてます。基本家の中でいる時は私とくまさんが日本語の会話なので日本語なんですけど、それ以外外で出ると、韓国語に切り替わります。あとくまさんの実家が近くてしょっちゅう行くんですけど、そっちでも完全韓国語かな。あとオリニチップ保育園でも韓国語だから、1日の割合でいうとほとんど韓国語。でも私がちびもちと2人でいる時間は完全日本語かもしれない。たまにふざけてロシア語で話しかけたりとかしてるけど。ちびもちちゃんかわいい。毎日とぎもちさんの動画に癒されてます。質問なのですが、ちびもちちゃんのお名前を決める際にどんなことにこだわりましたか？これからも応援しております。名前はちょっとごめんなさい、これ前も言ったかもしれないですけど、日本と韓国のどちらでも使える名前でローマ字表記した時におかしくないやつ。よくあるのが、日本と韓国でセアって名前いけるなと思って考えたんですけど、セアってローマ字表記にすると SEA なんですよ。海海いいんですけど、こういうところは結構気にするかな。あと字画ですね。専門家にやってもらったわけじゃないんですけど、ネットで簡単に無料でね調べられるやつがあるから、それで見て一番いい漢字を決めました。名前はもう完全に響きかな。後から漢字をつける。ときもちさんが実際に韓国で生活していてここがとてもいいなと思う推しのポイントがあれば教えてください。効率がいい。もうこれもなんか前の質問で似たような感じで言ったかもしれないですけど、韓国って日本よりも何をするにも早いし効率がいいなって、なんかこう国のこういう業務的な手続きすることとかも早い、すぐ終わるで、ネットで終わることも結構多いし、あと融通が利くので、ちょっとごめんなさい遅れちゃってこれちょっと申し訳ないんですけどとか言ったら、分かりました、いいよみたいな、その人次第になっちゃうけど、あとは薬かな。なんか韓国の薬ってめっちゃ効きません？なんか日本はやっぱり結構決まりが厳しいからか、そんなに強いのがないのかな。なんか韓国でお尻に注射打つやつとかで打ったらもう結構治り早くて一瞬で良くなっちゃったりするし、あとはつわりの時の薬ですよね。日本ってまだ承認されてないんですよ。だからないんですけど、韓国ってつわりの薬っていうのがあって、それ飲むとかなり良くなるというか、つわりが楽になる。ちびもちちゃんがいるモーニングルーティン、ナイトルーティンめちゃくちゃしてほしいです。めちゃめちゃしたいです。今言われて思った。なんかね、ちびもち関連でなんか1日のご飯だとか1週間コーデとかやってほしいですっていう意見が今までいっぱいあったので、またそういうのもちょこちょこねやっていけたらなと思います。ちびもちちゃんすくすく元気に育って、とぎもちさんやくまさんにとっても嬉しい限りですね。どんな子に育ってほしいとかありますか？とぎもちさんの子育ての目標みたいなものがあればお聞かせください。基本自由に育てたいっていうのはあるけど、なんか当たり前を当たり前に思わない子に育ってほしい。何にしてもそうなんですけど、当たり前のように売られてるものって当たり前だけど当たり前じゃないじゃないですか。誰かのアイディアからいろいろ考えられて試行錯誤されて作られたもの、こういった素材ができるにしてもいろんな人の努力の上にできているものなので、何でも当たり前じゃないんだよっていうのをすごく思ってほしい。誰かから何かされたとしてそれは当たり前ではない。思ったこと、気持ちがあって行動とか努力とかがあってしてもらったこととかも何でも、最終的には感謝ですよね。当たり前じゃないっていうことを理解できれば感謝もできるような子になるのかなって思ってます。
いつも楽しく拝見してます。くまさんといつも仲良しで素敵だなと思ってるのですが、仲良しの秘訣があれば教えてほしいです。例えば夫婦お互いの嫌なところあるのかなとか、目についた時にどうしてるのか教えてほしいです。どうだろう、なんかすごく私とくまっちのこの夫婦関係を評価してくださる方がねいらっしゃるんですけど、もう本当に普通の夫婦ですまあでもやっぱりねくまっち優しいし、なんかいろいろと理解してくれるし、私のこういった仕事も理解してくれてるから、いろんなことを手伝ってくれるし、くまっちのおかげで、仲良しいけてるかなと思います。私が結構自由奔放なタイプなので、嫌なところがあったらどうするのかっていうことなんですけど、私もくまっちもお互いにあんまり干渉し合わない、そこが結構仲良くやっていけるポイントなのかって。もちろん喧嘩はするんですよ。例えば私くまっちで言えば嫌なところの一つで、時間がねルーズなんですよ。くまっちはもう何時に出発するよって言ったら出発時間から準備を始めようとするんですよ。でもね、それくらいかな。お互いねあんまり干渉し合わないと、お互いに求めるものが少なくなってくるので、これしてほしいあれしてほしいって思うと、この喧嘩の元になるから、してほしいじゃなくてしてあげたいにしたら、やっぱり仲良くなるものなのかなって、私のただの考えで、我が家流です時松さんへ、楽しい動画毎日見ております。最近嬉しかったことやコメントを教えていただきたいです。激辛モッパンが大好きですが、韓国へ行けないので、またカフェのモッパン楽しみにしております。最近嬉しかったこと、いやコメントも嬉しかったコメントってことかな。だけど今ごめんなさい、もうね嬉しかったことはいっぱいあるんですけど、ちょっと今パッとね浮かんだんで言うと、あつ森でね株が爆上がりしてるあつ森ですよ、ゲームの話だけど、なんか日曜日に株売りに来るじゃないですか。その時に96ベルで買ったんですよ。そしたらまさかの次の週の火曜日に410ベルですよ。何倍 ?4 倍以上だよね。びっくりしちゃって、なんかそれでめっちゃテンション上がったんでしょうもないで嬉しいコメントは、香川に地元に帰ることあるんですけど、コメントでね、どこどこでお見かけしました時本さんですよねって聞かれるとちょっと嬉しくなるいやなんか見かけてもらったのはちょっと恥ずかしいんですよ。やっぱり私なんか変なことしなかったなとか思ってちょっとドキッとはするけど、なんか見かけてもらったんだ、なんか嬉しいなみたいなちょっと親近感感じて嬉しくなる。でも本当だと気軽く声かけてもらってるのが一番嬉しいです。家族でいらっしゃったんでちょっとお声かけなかったんですって気遣ってくださる方すごくありがたいけど、もうバンバン声かけてもらって結構です私できるだけバッグにとぎもちシール入れてるんですけど、話しかけてくださった方はお渡ししたいなと思ってるので、私が覚えてなかったら持ってますかって聞いてください。もう遠慮なくプレゼントするんで飲み物を注いでいる時の顔、真剣だったりポケッとしてたりがとにかくツボで好きなのですが、あれは無意識ですかこれさ、ほんとさ、恥ずかしいわ、本当に。完全にもう 100% 無意識です。だって飲み物継ぐときに顔とかこんな作らないじゃないですか。私って顔の表情管理がね、苦手なんですよ。ごめんなさい、それはもう楽しんでください。くまさんとのなれそめ気になってました。動画楽しみにしてます。質問ですが、ドミゴツさんの癒し、ストレス発散方法は何ですか？買い物かな？なんか私一時期本当にお買い物中毒かなっていうぐらい買い物好きすぎて、家の中のものを増やしたくないから、もう最低限のもうこれ買い替えなきゃいけないからとか、あとどうしてもこれ欲しいかなっていうものだけは買うようにして、でそういうのが幸せっていうかさ、これもそれに関連するけど、お金の管理しっかりしようと思って家計簿つけ始めたんですよ。もうそれでも家計簿つけ始めてもう 1,2 年は経つと思うんですけど、もう全部買ったものはメモしてますね。今度さ、家計簿の公開動画とかやりたいよね私何にどんぐらいお金使ってんだっていう、またそれさセカンドとかでやりたいな。メイク動画も良かったですが、時持さんの服装も好きなので服の動画もアップしてほしいです。そうですね、意外と今までね1週間コーデお願いしますとか服の紹介のリクエスト結構あったんですけど、まだ出せてないですよね。やってみるか、1週間コーデとか。コロナが落ち着いたら子育ても大変だと思いますが、ファンミーティングがあれば嬉しいです。本当にとぎちゃんに会いたいです。もう嬉しいコメント、泣けるわ本当涙出てないけどでも本当に嬉しい。コロナが始まる前に何回かファンミーティングはしたことあるんですね。でファンミーティングの話もね、また今度みたいな感じでちょっと上がってたんですけど、コロナが始まって結局それが全部なくなっちゃったんですね。だからコロナが落ち着い
た頃にいつかファンミーティングしたいなと思ってます。ちびもちちゃん産んでからずっと綺麗で生き生きして羨ましいです。イライラしたりすることはないですか？どうやって穏やかに子育てしてるのか知りたいです。綺麗で生き生きで綺麗ではないですお顔はねそんなに綺麗なタイプではないんですけど、生き生きはしてます。妊娠中がね結構私つわりがもっとひどい方はもっとひどい方いらっしゃるんですけど、結構私もねつわりがそこそこ来てたので、なんかお腹が大きくなってきた、それはそれでちょっと体だるみたいな感じで、出産した途端にもう超元気になったじゃないですかそれでなんか生き生きしてるのはあるかも。なんかイライラすること、子育てに関してなんですけど、生後15ヶ月になってるんですけど、ママ友とかからすごい言われるけど、ちびもちがね結構育てやすいタイプの女の子かなと。外行ってねうぎゃーとかなることもたまにはありますよ。眠さでそういうのはあったりするけど、でもあんまりイヤイヤはなかったのかなって思ってます。これからどうなるか分かんないけどね、イヤイヤ聞いたりとかしたらどうなんだろうって想像もつかないとぎちゃん本当に大好きです。とぎちゃんの動画本当に大好き。ちびもちちゃん可愛すぎて癒される。質問は2人目は考えてる？2人目考えてますかとか、2人目の予定はありますかっていう質問結構あったんですけど、家族は多い方がいいかなって思ってるから、2人目とか3人目とか。でも先月ぐらいまで授乳してたからまだ生理も来てないし、なんか体が妊娠する状態じゃないいつも見て元気もらってます。ありがとうございます。 YouTube を始めようと思ったきっかけなどあれば聞きたいです。もう長く話せばいろいろとブログから始まってるとかあるんですけど、一つのきっかけで言えば、私の父からね YouTube やらないのってTwitter とか他は SNS いろいろやってたら YouTube だけやってないから、多分それで言われたその一言からの始まりが大きかったかも。とぎもちちゃんの豪快な食べ方が大好きでいつも動画見てるんですが、美味しそうに見えるいい音が鳴るための食べ方のこだわりやコツはありますか？やっぱりモッパンって音が大事だったりもするから、音をね結構私の中では攻めてますだから普通に普段食べる食事の食べ方と動画で食べる食べ方って全然実は違ってて、一口を大きくガブッと音ができるだけマイクに入るように編集の時にちょっと音量上げ調整したりだとかもしてたりとか、できるだけ批判が来るか来ないかぐらいのギリのとこまで、食べ方攻めてますずっと前に食べたとぎちゃんのお気に入りの米粉パン屋さんは健在でしょうか？もっちりパンをまた食べてほしいです。ベゲインバーガー今も常に食べてますチェーン店なんでいろんなとこにあるんですけど、またもっぱん取ろうかな、新しいメニュー出てたりとかしたらそういうのも含めて。何年もとぎもちさんのファンです。冬休みか次の春休み頃に友達と韓国旅行に行きたいねと話しているのですが、今日本からの観光はどんな感じですか？まだ制限は厳しいでしょうか？これ結構質問でちょこちょこあったんですけど、今日本からハワイへの旅行は行きやすくなったっていうのを聞いて行ってる方結構いらっしゃるらしいんですけど、韓国旅行6月って言ってたかな、なんか観光ビザがちゃんと出るようになって、そのビザなしだと渡韓できないっていうのがなんかちょっとそれで行きやすくなったのかなって思うんですけど、実際行った人の話聞いてないから分かんないんですけど、どうなんだろう。でも観光ビザが出たってことはでもこの方冬休みと春休み頃だったら結構まだ先だから、その頃にはもっと緩和されて普通に行けるようになってんじゃないかなって私は予想してるんですけど、いつも楽しく拝見しています。特に73歳になる私のおばあちゃんがとぎちゃん大好きです。嬉しい。質問、 YouTube を始めたばかりの時と今では一人で喋る時の緊張感は違いますか？私は一人喋りが苦手なので気合いの入れ方あったら教えてほしいです。これからも応援しています。私そもそもスピーチとかが好きなんですよスピーチが好きって変な話だけど、大学院の頃に人前に出てみんなの前でスクリーンに映し出して説明するのとかすごいやってたからかなんかは分かんないけど、人前で喋るの好きっていうかそんなに抵抗ない。だから急にちょっとじゃあとぎもちさん一言お願いしますって言われたら結構ベラベラ喋っちゃうタイプ、話が長いタイプ、校長先生タイプっていうのがこういうの教頭タイプっていうのがなんかとりあえず喋りたいこと多いタイプなんで、ただね私前もって準
準備して喋るのはあんまり好きじゃない。なんかいきなりじゃあちょっと時松さんお願いしますって急に言われた方がうまく喋れるタイプ。やっぱり一人喋りというよりはなんかカメラに抵抗があったっていうのは最初あったかな。 YouTube 始める上で。撮影機材、編集ソフト、動画のこだわりポイントなど動画の編集の裏側について知りたいです。機材は特にこだわりがない。ピントがちゃんと合ってて 4K で綺麗に撮れたら何でもいいかなと思うので、照明も特にこだわりはない。ただ私はねやっぱもっぱんなのでこのマイクだけはこだわってますね。いいマイクっていっぱいあるんですけど、食べる音が綺麗に撮れるマイクって難しくって、で私はこのソニーさんのこのマイクいろいろ使った中でこれが一番良かった。でもこれね1000円ぐらいですよ、買ったのそんなにお金もかけてない。で編集ソフトも私未だに iMovie の無料のソフトを使ってるから特にこだわりはないですね。動画って編集次第で何とでも面白くなるのかなって思うから、私の動画自体はあんまりそんな面白いものでもないと自分では思ってるんですけど、でもなんかたまにちょっとトラブルとか面白いシーンがあったらテロップとかでもうちょっと面白くなればなとか思って、あと効果音を入れたりとかはしてますけど、そこまでこだわってない。いつも動画見てます。ちびもちちゃんの幼児教育として採用している教育方法やこだわりなどはありますか？幼児教育として採用している教育方法とかはないです。もうちびもちがしたいように自由に育ってほしいなって思ってて、でもね一個あるのが、私は手伝わないって決めてるもちろんおむつ替えるのとかまだできないことは手伝いますよ。でもなんかちびもちが置いてあるものをどかそうとして重くてできないとか、ちょっとこれしたいけどできないってなってる時にちびもちができないみたいな感じで来ても私は手伝わない。何でも自分で解決することを学ばせたいから、手伝わない方が自分で考えるし、いろいろとどうやったらいいんだって悩むから、それが大事かなって思ってて、で大人になった時に自分で何でも解決できる、人に頼らないでも何でもできる子になってほしいなって思ってるから、もちろんね人の助けを得てうまくいくこともあったりもするけど、何か困難にぶち当たった時に自分でちゃんと解決できる子になってほしいなと思ってるので、そういうのが小さい頃からね習慣づいたらいいなと思って。ちびまちちゃんかわいい。私も14ヶ月になる娘を育てているので親近感が湧いています。ちびまちちゃんの離乳食はどんなものをあげていますか？ちびまち今15ヶ月来たばっかりなんですけど、離乳食はね結構前っていうか1歳来る頃にもう完了しちゃった。これねいろいろといろんな方の考えとかネットでも意見があると思うんですけど、一般的に言われてるあげちゃいけないものはあげないですけど、私たちが食べる普通の食事でこうちょっと潰したりとか食べやすくしてあげたりとかでもう完全に普通食食べてます。あと保育園が大きいかな。保育園で給食が出るんですけど、その給食が普通食も普通食で、なんか献立表見るととんかつとかあるんですよ。いけるんみたいな。でもなんかペロッと食べましたよとか言って保育園で言われるからいけるんだなみたいな。お箸置きを使わなくなった理由はどうしてでしょうか？時松さんのお箸置きかわいいのたくさんあった記憶があるので、また動画でもお箸置き登場させてほしいです。これも理由がシンプル。引っ越したんですけど、箸置きを引っ越しで整理整頓してくださる方が全部キッチンに持ってっちゃったただそれだけ。いつも楽しみにして見ています。今6ヶ月の娘を育てている新米ママです。外出中ベビーカーでも抱っこ紐でも長続きせずよくぐずります。ちびもちちゃんはあまりなさそうなのですが、ぐずり出した時の対処法などあれば教えてほしいです。今ねちびもちがめちゃくちゃベビーカー嫌いになったんですよ。1歳ぐらいまではもうベビーカー大好きだったんですよ。本当になんかもう乗せたら寝るがもうお決まりだったのに、でも今はもう歩き出してからもう外で自分で歩きたいから乗せるなこんなとこみたいな感じですっごい怒るんですね。で外行く時にパンかベビーおやつお菓子パリパリいけるものを用意してめっちゃ嫌がってるけど乗せて、はいパンあるよパンあるよパンあるよって見せたらパンみたいなでもぐ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 みたいな。